皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの戦術的解説をお届けします。この動画では局所型4231という戦術について解説します。最近投稿した多くの動画に登場しているフォーメーションで、今の e フットボールの環境に非常にマッチしている形です。基本的にはポゼッションに重きを置いた戦術ですが、何よりも勝つことに特化しているので、ディビジョン1のみならず、そこからさらに上を目指せるポテンシャルがあります。ぜひこの動画を参考に試してみてください。まずは簡単に戦術の概要を解説します。今回のシステムには2つのポイントがあります。まず1つが4231の3の部分。一般的にここの両端の2選手はサイドハーフとして起用されますが、今回はより内側、攻撃的ミッドフィルダーとして起用します。最終的に目指すべき相手ゴールは中央にあるということを考え、そこで数的優位を作り攻略することに特化した形です。そして2つ目のポイントがサイドバックの役割です。当チャンネルで紹介する戦術の多くは、このようにサイドにスペースがある場合、サイドバックが高い位置を取り可変します。ただ今回はサイドバックが高い位置を取ることはなく、4231のフォーメーションのまま攻撃します。そのため攻撃においてサイドの高い位置から仕掛けるということはできなくなりますが、これにより可能な限り4バックを維持し、相手のカウンターに備えることができます。サイドにドリブラーを配置するのではなく、攻略するのはあくまでゴールに近い中央エリア、そして4バックで相手のカウンターを阻止する。ポゼッションでありながらロマン的要素を排除し、徹底的に勝つことにこだわる現実主義の哲学が今回の特徴です。では続いてこの戦術を実現するためのスカットを解説していきます。今回のスカットがこちらです。フォーメーションは先ほども解説したようにサイドハーフを攻撃的ミッドフィルダーにした4231。チームスタイルはポゼッションです。では各ポジションの陣線について解説していきます。まずは OMF の2人について。ここは相手のライン間でボールを受け、ラストパスを出すことが最も重要な役割で、このプレーに適しているのは2列目からの飛び出しか無印の選手です。また、プレースタイルだけでなく、能力も重要です。ここの選手のパスのクオリティが得点に直結するので、スピードやフィジカルではなく、ドリブルやパスといったテクニックに秀でた選手を起用します。次に両サイドバック。ここは攻撃的サイドバックか無印の選手を起用します。これにより4バックを維持しながらも攻撃において最低限のサポートを行ってくれます。ただクロスを上げたりドリブルで突破する場面は少ないので、攻撃的サイドバックや無印の中でもできるだけ守備が上手い選手を起用することがポイントです。次にセンターフォワードの選手。ここにはラインブレイカーを起用します。今回はサイドを使わない戦術である分、中央でのプレーが重要なのは言うまでもありません。そのため、ラインブレイカーの裏に抜ける動きにより、相手ディフェンスラインを押し下げ、中央エリアにスペースを作るのがこの起用の狙いです。また、フィニッシュにおいても、ラインブレイカーのシンプルな動き出しが得点に直結します。次にトップ下の選手について、ここは CMF 起用、選手指示でディフェンシブを設定します。攻撃においてチームのつなぎ役として機能する非常に重要なポジションで、守備でも451ブロックの中央エリアを守ることになるので、攻守にバランスの良い選手を起用することがポイントです。この選手のプレーについてはこの後詳しく解説します。また少し話がそれますが、このようなトップ下と2ボランチのフォーメーションでは、2ボランチに対してトップ下の選手をちょうど真ん中に配置することで451のブロックを作る際、トップ下の選手が2ボランチの右側に下がってブロックを作るという仕様があります。このことは守備ブロックについて考える際に非常に役に立つのでぜひ覚えておいてください。それでは最後に2人の DMF について。ここは右にプレースタイルがアンカーの選手、左にアンカー以外の選手を起用します。これは先ほど解説したようにトップ下の選手が右に下がってブロックを作るので、守備力の高いアンカーの選手に451ブロックの真ん中を守らせるためです。また、アンカーの選手は攻撃時のポジションが低すぎるという問題がありますが、今回の戦術においては、チームのつなぎ役となるトップ下の CMF の存在により、アンカーの選手をうまく組み込むことができます。逆に左の DMF はアンカーより高い位置を取り、攻撃に関わることも多いので、攻守にバランスの良い選手を起用できるのがベストです。以上が今回のスカット解説です。続いて試合でのプレーを解説していきます。
まずはボール保持の局面におけるサイドバックの役割について解説していきます。通常のポゼッション戦術の場合、高い位置を取ったウィングを使ってボールを左右に動かしていきますが、今回の戦術ではサイドバックが高い位置を取らないので、そのようなボールの動かし方ができません。ではどうするかというと、代わりに低い位置でサイドバックを使ってボールを左右に動かします。これにより、ウィングの位置よりも相手のプレスがかかりにくく、安全にボールを回せるのが特徴です。今回はサイドに選手がいないフォーメーションではありますが、無理に中央から前進するのではなく、サイドバックを経由することで相手を動かし、次の展開につなげていきます。次にボール保持を行う上でもう一つポイントになる CMF の役割を見ていきます。これは先ほど解説したトップ下で CMF 起用、選手指示、ディフェンシブを設定したポジションです。この起用法により OMF と DMF で構成される四角形の中に位置するようになります。この曖昧なポジショニングによって相手のマークを外してボールを受けやすくなり、チームのボール保持をより円滑にするのがこの CMF の役割です。
次にフィニッシュの局面を見ていきます。ここは非常にシンプルで、ラインブレイカーの動きにスルーパスを合わせます。ポイントは一度センターフォワードの選手にパスを当ててミッドフィルダーの選手に落とすプレー、いわゆるレイオフを使うことです。これにより相手ディフェンダーを釣り出し、その裏にランニングすることができます。また、最近の動画で解説しているように、フライスルーパスを使うことでインターセプトされにくいラストパスになります。最後にその他のフィニッシュのパターンも3つ紹介しておきます。まず1つがパス&ゴーによるフィニッシュです。相手を深く押し込んだ時などはスペースが少なく、先ほど解説したレイオフが使えないことも多くあります。そこでミッドフィルダーの選手をパス&ゴーで走らせることで相手の裏を取ります。シンプルですが相手の意表をつくことができる手段です。2つ目がセンターフォワードのサイド流れです。基本的にラインブレイカーの選手はゴールに向かう動きを行いますが、時折ゴールから遠ざかる方向に斜めに走ることもあります。この動きによって相手ディフェンダーを釣り出すことでゴール前にスペースを作り、そこにミッドフィルダーの選手が入っていくことで得点につなげます。
3つ目がロングパスです。これは特に相手が攻撃意識を上げてきた場合などに有効です。このような状況ではマークが厳しく安定したボール保持が難しくなるので、ミドルサードから一気に裏を狙います。ボールを簡単に失うリスクもあるので使いすぎには注意が必要ですが、選択肢に入れておくことでよりプレーの幅が広がります。今回は局所型4231について解説しました。特に革新的なアイデアが含まれているわけではないですが、堅実に勝つことができる戦術です。また、様々な得点パターンがあり、守備も451のブロックでしっかりと守ることができるため、誰でも使いやすいのも特徴です。ぜひこの動画を参考に試してみてください。では、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。